二人ともね、どうしたの？何で？わかるなぁ。めちゃめちゃ行くじゃん。いやいやいや。俺なんか見てみろよ。見ろ見ろ。それ言うじゃん。何こう善人面通そうとして、今日はそうはいかない。皆さんこんにちは。白井こと白井祐介です。さあ、今日はこの愉快な仲間たちをお呼びしました。いやいや、いいの。急に愉快だよ。なんか怖い。愉快だよ。ということで、このお二人に来ていただきました。じゃあ、ガッキーの方から自己紹介お願いします。81プロデュース小田垣裕太です。よろしくお願いします。81プロデュースから来ました伊藤健人です。よろしくお願いします。まあ、なぜこのメンバーなのかと言いますとですね、僕が声優としてデビューする前からの古い付き合いのこのお二人。というのも、私、大手声優事務所、81プロデュースさんの養成所に通っています。大手の。弊社。お前同期だろ。弊社。そうそう、小田垣さんと白井さんそうなんですよ。そうなんです。ガッキーと僕はその81プロデュースさんの養成所の同期で、その1個下の代がケントなんだよね。はい。そうです。養成所1個差つっても、81プロデュースと養成所の場合はそんなに絡みはないんですけれど。本来。そうですね、上下のね。本来は。でもなんかね、こう、縁あって、養成所の時からね、ワークショップっていうか、そう、なんか個人練習してた時に。これが初めてケントと出会ったきっかけだよ。そうですか。なんで忘れてんすか？それ忘れてた今の今まで。嘘だろ。さあ、ということで、同じ養成所に通っていたこのメンバーで、今回は、養成所あるある言いたいな。養成所あるある言いたいな。急にこのなんだろう懐かしいような。養成所あるあると、みんなでちょっと話し合っていきたいなと。ありすぎて、話せないことがありそうだけど、話せなそうなことも全部話すつもりで今日は来ました。そうですね。包み隠さず。大丈夫ですか？これがな、大丈夫。これが本当の、この養成所の実態だっていうのをね、訴えていきたいですね。ちょっと今とは変わってる部分もあるかもしれないですけれども、このね、私の白山チャンネルを見てくださっている方の中でもやっぱりね、声優に興味があったりとか、声優目指してたりとか、いるから、いろいろ発信していければなと思いますね。その81の、養成所以外の、一般的なその養成所とか、幅広いこの養成所全体での、あるあるというか、を話していきたいと思います。ということで、皆さんに考えてきていただいたんですよね。一番じゃあ、気合が入ってるケントから見ていこうか。では、最初の1個目のあるある、ケントお願いします。はい。養成所に通ってる男と女、すぐ付き合いがち。早いよ、伊藤君。はい。それはね、なんかそのどこでもそうっちゃそうかもしれないけど、特に目立つ、言ったら1クラスですからね。すぐわかる。ごめん、これはでも本当にあるあるだわ。これ絶対あるある。はい。でもすぐわかる。すぐ出す。雰囲気で出すなと。でもこれでほら、英語ですからね、いい方向に転べばいいですよ、これが。そうはいかない。すぐ悪影響を及ぼす。あら。確かにね、周りも気にするよね。見せるんじゃねえ。これから声優を目指す人にね、言いたいですね。今やってる人にも言いたい。付き合っていいんですよ。いいんだけど、その悪いその空気、影響を周りに及ぼさないでほしい。いい方向に転がしてほしい。なるほどね。うまいことやっぱね、兼ね合いというか、ちゃんと。いい意味でドライにやってくれ。ね、これは本当あるあるだ。あるある。いや、あるある。てか、なんだったらこれしか思いつかなかった。いや、なんでさっきのなんかめっちゃ俺は切り込んでいくぞみたいなこと言ってたのあったじゃあ続いて、じゃあ俺かな。はい、僕が思う養成所あるあるね。しかも2つ経験してるわけだからね。俺そうよ。養成所も2か所通ってて、
専門学校も2カ所通ってるから、俺。あ、そうか。じゃあ、もう、あるあるの方法。だからまあ、専門学校とはまたちょっと違うかもしれないけどね、養成所の。ただ、これは共通することです。こちら。でん。オタクすぐ。二人ともね、どうしたの？何で？上がるなぁ。めちゃめちゃ行くじゃん。いや、めちゃめちゃ、普通ですよ。いや、普通じゃない、普通じゃない。ね。オタクにもね、何パターンかもちろん。そう、何パターンかあるし、みんなそういう部分もあると思うんだけど、本当に好きなだけで入ってきた人、本気じゃない人は、やっぱすぐやめてくるよねっていうの憧れの人に会う。そう。声優になることがゴールになっちゃってる人は、ちょっと違うなって思う。そうなんだよね。なんか目的が多分そもそも違う人がいるんですよね。あくまで職業ね。いや、そうなんです。やっぱ仕事にしていくっていうところが違うよね。で、半端に辞めたやつほどすぐこの、今だったらツイッターとか5チャンネルにすぐ養成所のやりみたいなの書けるやつ。それ言うじゃん。何こう善人面通そうとして、今日はそうはいかないって。ちょっと2人すごいな。いや、でもね、本当にこれね、思うところがあるんですよ。元声優がなんか語るみたいな。なんか、結構その YouTube 上の動画でもあるんですけど、プラスになることというか、明るい話じゃないんですよね。だからそういう、声優やめた方がいいよとか、声優だけはやめとけとか、そういうスタンスの動画が多いから、僕はちょっと夢を与えたいんですよ、どっちかというと。そう。そんなね、失敗したものの理由は聞かなくていい。僕らはとにかく楽しかったですよね。まあ楽しむっていうのも大事だしね。そう。ことでもいかに楽しめるか。そんなところで。はい。では、さっきの養成所あるある3つ目、お願いします。はい。ウイロウリ、早口になりがち。いや。かわいいやつ来たな。これウイローリね。でもこれは魔法ことなき。ウイロウリっていう、まあ、どの専門学校でも養成所でもおそらくみんな最初に通るであろう。これ、別に早口でやることが目的じゃないんですよ。そうなんだよね。でもみんないかに早口で言えるか、いかに一息で言えるか。一息で言える量じゃないんですけど。ウイロウリ早口で読めるやつと、ロングブレスが一番続くやつが一番偉いから、本当ね、勘違いでね。いや、本当にバカらしい。そんな。これ結構気をつけた方がいいと思います、これから。目指してる方はね。そう、そんなところで、そんな口でマウント取ってもしょうがない。早口で言えりゃいいってもんじゃないの。そうだよ。早口言葉言えなくてもね、声優になれるんだよ。そうだよ。俺なんか見てみろよ。見ろ。でもちゃんと声優でやっていけるんだ。さあ、次いきますか。ケントの2つ目。はい。あるある。養成所あるある。お願いします。はい。先生帰りがち。これはね、僕が81プロデュースの養成所しか通ってないからなるかもしれないですけど、少なくとも81プロデュースの養成所は先生帰りがち。そんなことねそう帰った。どんだけ問題あるクラス2人ぐらい帰った。それはなんで帰ったの？先生が求めることに生徒が答えられなかった。これはまあ帰るって本当に帰んないですよ。愛の無知なんですよ、もちろん。いや、もちろんね、そりゃそうだよ。なんで恒例行事だと思ってても、81プロデュースの養成所の。でも、とりあえず、なんか、3ヶ月に1回ぐらいは帰って。めっちゃ帰るじゃん。めっちゃ帰る。そのケントの代がそのポンコツの世代だったってことじゃなくて、そんなことない。西山幸太郎の世代ですけど。あ、そっか、一緒か。オークボールミとかね。養成所あるあるというか、最近ね、だから、人によっては、なんでこんな授業を受けなきゃいけないのみたいな、思う人もいると思うんだけど、無駄なことはやっぱないなって思いました。だから今の通ってる人にいきなりこう思えっていうのは難しいけど、どんな授業も捉え方次第というかね、どう自分のそれを身にするかっていうこう考えた方がね、無駄だって思うよ。戸崎さん、いつか教えに行ってませんでしたっけ、養成所。嘘？ちょっと、恥ずかしながらちょっと見たことは。
特別講師みたいな。大久保ルミちゃんと2人で、養成所に行くのは、授業じゃなくて仕事として行かないと、そう、養成所の教室で学ぼうじゃなくて、家でいろいろ練習したりしてきたのを、その教室は仕事だと思って、そこで披露するんだ。これいい話。真面目な回になっちゃったね。真面目な回。いや、でもいいのよ。これから声優を目指そうとしてる人への。なるほどね。じゃあ、僕、ちょっといいですか？はい。はい。私の声優は、こちら。てん。それまでの経験で天狗になってるやつは落とされる。いや、これは、あるあるだわ。深そうな。これは、まさに、私です。自分？これまさに私がそう。専門学校行ってるし、別の養成所も通って経験あるから、まあ、他のやつらと違えしね。っていうのがね、その当時はね、思っちゃってたんだね、俺は。だから、必ずしも経験をしているっていうことは、プラスとは限らないよっていうことが言いたいんです。それこそ経験ゼロだったから、ハードルめちゃめちゃ低かった。それをなんか、差し置いても、やっぱガッキーは普通に寄せばうまかったし。だよ。本当に嘘ついてんじゃないかなと思ったんです、最初。そこのやっぱ感性は見られますよね。なんかちらっと聞いたら、当時が、いや、俺絶対売れるから大丈夫だよ。かっけーみたいな。それいつなってるしね、実際。それいつの話？多分、81の養成所終わった後だと思う。終わった後か、じゃあ落とされた後だった。すごいなぁ、折れないな、太いなぁ、芯が。仕事とかどうみたいな。別にこの後売れるから。続けることは大事だよね。まあ、俺は本当そうだったんだけど、諦めないでこう、続けてきたから回り道したけれども、今ね、こうしてまあやっていけてるわけで、なんか根気というか、やっぱそういうのも必要かなと思います。だって、養成所も事務所も一つじゃない。いくらでも数あるんだから、なんか一度で諦めるのもなんか、そこまでだったんだなって思うね。さあ、じゃあ、ガッキー、お願いします。はい。ドン。タレントとか企業にさんつけがち。いや、いいことでしょ？いいことじゃないこれ。いいことじゃない。養成所の時にいいじゃん。いいこと？いいじゃん。例えば。いや、だからさ、前日まで普通に話してたのに、急に、グリコさんは、スエニさんはゲームやった？いや、急に悩む時期、確かにある。養成所の1年目じゃない。小田垣的には。まだお前らは消費者なんだと。そうだよ。まだいい。まあ、確かにね、そう土俵にまだ立ってもいないもんね。でもこれみんな、ある意味で正しい。あるよね。ある。まあ、だから、養成所の時は、意識するのはそこじゃなくて、もっと他にやる別のところを意識しろ。なるほどね。確かにね。飛び越えてるぞと。シライムチャンネル。みんなで一緒につるんで遊んだりとか、それこそ、練習とかワークショップ終わった後とかも、ご飯行ったりとか、カラオケ行ったりとか、で、なんかその時はその時にめちゃくちゃ俺幸せだったなっていうのすごい、最近思う。小田垣さんはもうすぐ湘南の風入れたり、ミスチルの真似してくれたりしたし、白井さんはね、白井さんその時でもその時からラップ好きでしたよ。ソールドアウトいっぱいだった。その時からソールドアウトばっか歌っててね。じゃあ、ケントもだって老人形の館とかね、歌ってやってることがみんな変わんない。そういうこと。みんなね、養成所の頃から結局やってることは変わらない。はい、ということで、ありがとうございました。ちょっと養成所あるあると思い出話なんかさせていただきましたけれども。いやー、楽しかった。はい。皆さんもね、ご覧の皆さんも、なんかちょっと声優
興味持ってる方もね、なんか楽しんでいただけたら幸いです。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お相手は白井祐介と小高秀太と伊藤健人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。